こんにちは。ゼロから宅建士第37回です。不動産の知識がなくても大丈夫です。前回は地下工事と鑑定評価を学びました。今回も第4部の税、その他の続きです。今回は3つの分野をまとめて学びます。景品表示法と土地建物と気候です。一緒にじっくり進めていきましょう。まず、今日の全体像を確認します。今日のテーマは大きく3つです。1つ目は景品表示法の表示ルールです。広告の細かい決まりを学びます。2つ目は土地と建物の常識です。宅地に適した土地などを整理します。3つ目は住宅金融支援機構です。機構が行う業務を確認します。どれも確実に得点したい分野です。一つずつ確認していきましょう。最初に、景品表示法です。声標法と略して呼ばれます。嘘や大げさな広告を規制する法律です。過大な景品も規制の対象です。これを受けて、業界がルールを作りました。不動産の表示に関する公正競争規約です。この規約が表示の細かい基準を決めます。広告のやり方に具体的な決まりがあります。試験では数字や定義がよく問われます。代表的なものを確認していきましょう。まず、距離と時間の表示です。徒歩の時間は距離から計算します。道路距離80メートルで1分と数えます。1分に満たない単数は切り上げます。例えば、81メートルなら2分と表示します。時間を測る起点にも決まりがあります。物件の区画のうち、駅に最も近い地点です。駅までなどの距離は道路距離で示します。直線距離ではありません。80メートルで1分を必ず覚えましょう。次は広告表現のルールです。まず、新築という言葉です。新築と表示できるのは2つの条件を満たすときです。建築後1年未満であることが1つです。そして、まだ使用されていないことです。どちらも満たして初めて新築です。次に、二重価格表示です。根拠のない値引き前価格の表示は不当です。そして、おとり広告は禁止です。取引できない物件で客を集める広告です。実在しない物件の広告もこれに当たります。広告には必ず示すべき事項もあります。特定事項の明示義務と言います。買い手に不利になりやすい事情です。市街化調整区域は原則建築できません。その旨をはっきり示す必要があります。再建築ができない土地も明示します。渡し道の負担があるときも示します。負担の面積まで明らかにします。セットバックがよる土地も明示します。隠さず伝えるのが表示規約の考え方です。ここからは土地の常識です。宅地に適した土地を確認します。大地や段丘は宅地に適します。水はけが良く、地盤も安定しているためです。丘陵地も比較的安定しています。反対に注意すべき土地もあります。低地や谷底、保水湿地は軟弱です。反宅地や埋立地は水害に弱い土地です。特に混濁地は海面より低く水位の高い砂地盤は液状化に注意します。次は建物の構造です。代表的な4つを確認します。木造は軽くて扱いやすい構造です。ただし火やしつけへの配慮がいります。鉄骨造は粘り強い構造です。しかし熱に弱い性質があります。鉄筋コンクリート像は火や耐久に強いです。その分重い構造になります。鉄骨鉄筋コンクリート像は強度が高いです。
高層の建物にも向いています。地震に備える構造も抑えましょう。大きく3つの考え方があります。1つ目は耐震構造です。建物自体を丈夫にして耐えます。2つ目は免震構造です。基礎に装置を入れ、揺れを伝えにくくします。3つ目は制震構造です。装置で揺れを吸収し小さくします。耐える、伝えない、吸収すると整理します。言葉の意味を区別して覚えましょう。最後は住宅金融支援機構です。国の独立行政法人です。民間の住宅ローンを支える役割です。機構は自分で直接お金を貸すのが原則ではありません。民間を補う立場だからです。これを民業補完と言います。では、中心の業務は何でしょうか。証券化支援事業がその中心です。民間の長期固定ローンを後押しします。次のスライドで詳しく見ましょう。証券化支援事業を確認します。代表例がフラット35です。大きく2つの型があります。1つ目は、買取型です。民間が貸したローン債券を機構が買い取ります。その債券を担保に証券を発行します。2つ目は、保証型です。民間のローンに機構が保険をつけます。どちらも狙いは同じです。長期で固定金利のローンを広めることです。機構には他の業務もあります。直接融資は原則行いませんでした。ただし、例外的に行う場合があります。災害復興のための住宅融資などです。高齢者向けの改修融資も例外です。団体信用生命保険も機構が扱います。加入は任意とされています。住宅ローンの情報提供も行います。昔の公庫からの債権も管理します。例外の直接融資を押さえておきましょう。ここで今日のクイズです。正しいものはどれでしょうか。A は徒歩時間は直線距離80メートルで1分です。B は新築は建築後1年未満かつ未使用です。C は機構は直接融資を中心業務とするです。少し考えてみてください。正解は B です。新築は1年未満かつ未使用でした。A は誤りです。徒歩時間は直線ではなく道路距離で計算します。C も誤りです。機構の中心は証券化支援事業でした。今日のまとめです。3つの分野を学びました。表示規約では数字と定義が大切でした。徒歩は道路距離80メートルで1分でした。新築は1年未満かつ未使用でした。土地では台地が安定していました。低地や干拓地は弱い土地でした。構造は耐震、免震、制震を区別します。機構の中心は証券化支援事業でした。直接融資はあくまで例外と覚えましょう。お疲れ様でした。今日はその他の3分野を学びました。数字と定義をしっかり整理しましょう。次回からはいよいよ直前期です。第38回は数字だけの総まとめです。全分野の品種数字を一気に確認します。うろ覚えの数字をここで固めましょう。この動画が役に立ったら、高評価とチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。